電気代0円で小屋暮らしができるようになるんですよね。皆さんこんにちは、ランタムです。ポータブル電源の進化って本当にすごくって、僕が車中泊を始めた頃にはもうこんなものはなくって、現在ではね、いろんなメーカーさんが小容量のものから大容量のものまでたくさん作られてるんですけれども、特にブルーティーさんは大容量ポータブル電源を多く出しているメーカーさんで、こちらは 1500Wh で、こっちは 2000Wh も容量があるんで、これ1台で車中泊何泊も連泊が可能で、出力もね 1000W や 2000W もあったりするんで、家用の家電はもう全て使えるような感じになってしまったので、もうこれ以上大容量で高出力な電源は出てこないだろうなと思ってましたら、なんとね、今までの電源をはるかに超える容量 5100Wh の電源を作られたそうで、こちらのレビュー依頼が僕の方に来ましたので、ちょっと今回はこのサイズはさすがにね、車載するには難しいとは思うんですけども、ちょっとどんな電源なのか僕も気になるんで、しっかりレビューしていきたいと思いますので、皆様よかったらね、最後までお付き合いいただければと思います。じゃあね、早速見ていきましょう。はい、ということでね、ちょっと EP500 をまずはちょっと簡単に見ていきたいと思うんですけども、こちらはね、容量 5100Wh の蓄電池で、リン酸鉄系リチウム電池を使用で、6000回充放電が可能とのことです。サイズはね、こんな感じでもう並べたら一目瞭然、圧倒的な大きさで、寸法はね、58センチ ×30 センチ ×76 センチの大きさでめちゃくちゃでかくて、重量はね、76キロもある、もう本当に超とてつもなく大きい電源ですね。ですんで、持って移動することができないんで、ちゃんとコマがついてるっていう格好になってます。ちなみにね、AC の定格出力は 2000W なんで、家のね、どんな家電でももう動きます。動かない家電はないですね。で、ちょっとね、本体次見ていきましょう。まずはね、何はともあれ電源をオンにした方が分かりやすいと思うんで、オンにしてみようと思うんですけども、ここのブレーカーをね、上に上げて使用するみたいです。こうですね。OK。はい、そしたらね、電源がオンになるんですけども、ここが英語でちょっと分かりづらいんですよね。ですんで、まずはね、日本語化にしましょう。もうスイッチ1個で切り替わるんで、これで OK ですね。日本語がなりました。で、ここがメインパネルで、Bluetooth の AC200 から採用されたタッチパネル式のやつで、ちょっと設定画面見てみるんですけども、AC 出力に切り替わるんですね。AC 出力 100V に切り替えましょう。で、岡山はね、西日本なんで、60Hz に切り替えます。で、最大 AC 充電電流って変えれるのこれって。イエス。何これわからないな。こんなこともできるみたいですね。ちょっとごめんなさい。これね、聞いてないんで、やめておきましょう。で、運転モードなんですけども、現在 UPS モードっていう部分で動いているようで、経済利益モード、UPS モード、アドバンストモードっていうのがあるんですけども、このモードの切り替えに関してね、ちょっとごめんなさい。現時点で僕ちょっとマニュアルまだいただいてないんで、ちょっとこれよく分かってないです。ごめんなさい。で、この状態でね、AC、DC が使えるんですけども、まだオフの状態なんで、ここでね、AC、DC オン切り替えます。まずは AC をオン。にすると、AC 出力がね、OK になりました。続いてね、ちょっと DC も一緒にオンにしておきましょう。DC 出力もオン。はい、そしたらこっちもね、色が変わりって使えるようになりました。で、DC をオンにしたら、この上側の部分が使えるようになって、ここにね、いろいろ隠れてて、通常の USB ポートが4ポート、で、Type-C が1ポートですね。100W 出力 OK で、DC12V の謎ポートが2つ、シガーソケットのポートが1つ。で、あとはね、これちょっと僕よくわからないポートです。ごめんなさい。ちょっと説明しきれません。で、こちらにはね、ワイヤレスチャージャーが2つあって、こうやってね、のけたら充電開始で、1つあたりがね、15W で充電できるようなんで、この USB Type-B のね、ケーブルが 5V で 2.4A ぐらいの出力で 12W なんで、Type-B のね、充電することと変わらないぐらいで、スマホをね、置きっぱなしで充電できるようです。で、使える AC 出力はここでから、ここにね、4つコンセントが隠れてます。こんな感じですね。カバー付きなんでね、使わないときは防塵対策にもなってるみたいですね。ちなみにここの出力が、100V から 120V で、最大 2000W いけるそうです。で、AC 出力はちょっとかなり特殊なんで、これは後で紹介させていただくとして、お次にね、ちょっと充電の方見ていきたいと思うんですけども、充電はこちらで、この中に隠れてるんですけども、左から順に AC 入力、DC 入力、ソーラーパネルのことですね。で、あと、
コミュニケーションインターフェースっていうのがあって、簡単に言うと家の充電、ソーラーパネル充電、あとこの電源ね2個合体させて使うことが確かできるはずなんで、そのためのポートですね。ですので、メインの充電に関してはこの2つを使用するんですけども、付属しているケーブルが1つ目がこれですね。AC 充電用のケーブルで、ここは5個穴が開いてるやつですね。で、こちらがソーラーパネル用の充電ケーブルで、こういったね、過去のケーブルになってます。で、充電速度に関しては、ちょっと実際に物を見ながら実験してみたいと思うんですけれども、こんな感じでケーブルを接続したんで、コンセントにね、接続してみると、よいしょ、こちらね、550W ぐらいで今充電されてますね。ですので、本体が 5100Wh の容量があるんで、約10時間かからずに満充電できるっていう加工ですね。そう聞いたらなんか早いな、結構。意外と早く満充電までできますね。ちなみにね、こちらは 540W ぐらいで表示されてました。なんか多少の誤差はあるみたいですね。でも気にしなくてもいいような感じだと思います。で、AC 単体での充電は最大 600W とのことなんで、やっぱし10時間かからずに 8.5 時間ぐらいでね、この本体を満タンにすることができるみたいです。で、お次はソーラーパネルでの充電を試してみようと思うんですけども、 SP500 はソーラーパネルでの充電は最大 1200W で充電可能なんで、 AC での充電よりも倍早くて4時間ちょっとぐらいでね、もう満充電にできるような能力を持ってるんですけども、ちょっと実はその SP500 の充電は多少癖がありまして、というのがソーラーパネルの入力電圧が 55V から 145V で最大 20A となってるんで、入力電圧が 55V を超えないと充電できないんですよね。で、こちらにはね、ブルーティーさんの SP200 っていうソーラーパネルがあるにはあるんですけども、これね、スペックはこんな感じで、出力電圧は 20V なんですよね。ですんで、これ1枚では充電できないんですよね。で、こちらにはね、このパネルが2枚あるんですけども、それでも充電できなくって、このままではね、こちらに充電できないんで、どうすればいいですかっていうふうに聞きましたら、今回なんとね、SP200 をさらにもう2枚ね、ちょっと実験用に送っていただくことができました。ですのでね、ソーラーパネルでの充電実験がこれできますね。で、ちなみにね、今日はもう本当にすごい快晴でから、今昼の12時ぐらいでね、発電にはね、一番いい時間帯なんで、ちょっとね、電源持ってきてから接続してみたいと思います。はい、ということでね、EP500 を持ってきました。ソーラーパネルはね、今この4枚、200W のソーラーパネル4枚を直列につないでます。なんか一直線上に配線が来るようになってますね。そしたら、充電電圧が 526W ですね。すごい発電できてますね。詳細なデータがこんな感じで、入力電圧が 78V ぐらいで、入力パワーが 525W ぐらい出てますね。すごい。ですんで、SP200 が4枚あったら、500W 超ぐらいで充電できるんで、AC コンセントでの充電と変わらないぐらい発電できるっていう格好ですね。すごいですね。で、こちらの EP500 はね、ソーラーパネルと AC 充電が同時に可能とのことらしいんで、ちょっと一遍ね、接続してやってみましょう。はい、ということでね、こんな感じで接続してみました。で、この時のね、充電ワット数を見てみるんですけども、はい、こんな感じですね。ソーラーパネルが 530W で充電できているのに対して、家庭用コンセントからね、550W ぐらいで充電できてます。ですので、合計して約 1080W ぐらいですかで、今充電できてますね。ですんで、太陽光充電と AC 充電合わせて 1100W ぐらいで充電できてるんで、約4時間ちょいで満充電になるっていう格好ですね。めちゃくちゃ早いですね。で、ちなみに、ソーラーパネルの方がなんで AC 充電よりも早いんだって思うかもしれませんけども、僕もその点はいまいちよく分かってないんで、皆さんのね、ご想像にお任せしたいと思います。はい。ということでね、充電に関してはこれぐらいにして、お次はね、皆さんお待ちの AC 出力の実験にね、移れたと思います。はい。ということでね、倉庫に戻ってきたんで、この AC 機能の方をね、ちょっと紹介していきたいと思うんですけども、本当にこれ、そのめちゃくちゃできることが多くって、説明しきれないぐらいのことができるんで、ちょっとバラバラな順番というか、まとまりのない話になるかもしれませんけども、よろしければね、皆さんちょっとゆっくり聞いていただければと思います。で、まずは AC 出力なんですけれども、先ほども言ったようにね、こちらに4口ありまして、定格出力が4ポート合計で 2000W ではあるんですけども、2000W を超えて 2500W での動作が2分間、2500W を超えて 3000W の間が8秒から10秒、で、あと 3000W を超えて 4800W の間だと 0.5 秒動くようになっているようです。ですのでね、起動電圧がドーンと大きい家電でも動かすことができるし、
2000W を超えてもね、2500W までだったら2分間電源使えるんで、オーブントースターのようなオンとオフを繰り返しながら動くような家電でも2台同時に使っても大丈夫みたいな格好になってます。で、まずは気になるんで、ボルトチェッカーでね、何ボルトのね、出力があるのかちょっと見ましょう。はい、つなげてみると、99って出てるんでね、ちょうど100ボルトですね。ちなみにね、AC 出力が105ボルトとか110ボルトとか、いろんな、ポータブル電源あるんですけども、なんかそのボルト数が上がったら、消費電力もね、それに反比例して増えていくような格好になるんで、100ボルトちょうどの場合はね、家電に書かれている通りの消費電力で、家電がね、使用可能になります。ですね、ちょっといろいろつなげてみましょう。はい、まずはね、みんな大好きチョコト家電からなんですけれども、よいしょ。はい、つなげたら 262W で出てますね。このチョコト家電がね、定格消費電力が 260W なんで、もう本当にぴったりな消費電力ですね。次々いきましょう。はい、お次はね、トートビのスポットエアコンですね。これは本当によく冷えるスポットエアコンで、50Hz で 490W、60Hz で 600W で動作するエアコンですね。ですのでね、問題なく動くのはもちろんわかるんですけども、現在はね、今 60Hz に変えてるんですけども、この分だけね、ちょっと 50Hz に変えてみましょうかね。はい、一旦 AC をオフにして周波数切り替えました。で、AC をさらにオン。よし。そうしましたら、このエアコンが、マックスで 490W で動くようになるんですけども、実際どうなのかやってみましょう。いきます。せーの。はい、起動しました。今ね、涼しい風が出ている状態ですね。もうすでに冷たい風出てます。で、この時の消費電力ですけども、410W、415。まだもう少し上がると思うんで、ちょっと待ってみます。ちなみにね、今は設定温度が16度ぐらいで、冷たい風を出すようにね、してます。エアコンですね。はい、ということでね、ワット数上がって490から500ですかね、の間、うろうろしてます。このぐらいがね、多分この状態の、マックス消費電力だと思います。はい、ということでね、このエアコンがちょうどね、500ワットぐらいで今動いてるんですけれども、このポータブル電源が5100ワットアワーあるんで、10時間動くっていうことですね。ですんでね、災害時でもエアコンが10時間動く電源ってことになりますね。これはすごいです。今までね、こんなことは本当にできなかったんで、かなりすごい電源だなと思います。はい。ということでね、ちょっと一遍止めます。でね、電子レンジが動くのかっていうふうに気になる方がいると思うんですけども、電子レンジはもちろん問題なく動きます。なんですけども、動かさないとね、本当に動くのかどうかわからないって思われると思うんで、ちょっと動かしましょう。ちなみにね、この電子レンジは 60Hz 専用で、定格消費電力が 1100W のものです。で、この電子レンジは 60Hz のものなんで、周波数変えます。はい、切り替えました。周波数の切り替えは、一旦ね、AC をオフにして切り替えます。ということでね、ちょっと回してみるんですけども、タイマーね、とりあえず3分ぐらいセットしました。そしたらね、問題なく動いてるんですけども、この時の消費電力が 1270W ぐらいありますね。相当高いです。で、この時にね、ちょっとエアコンも同時に動かしてみましょう。やっぱしこういったものはね、いじめ倒してからなんぼのものなんで、ちょっとやってみますと、エアコンオンにしました。はい、今ね、冷たい風が出てきます。で、この時のね、消費電力が 1800W ぐらいですね。すごい数字が出てます。なんですけどもね、もう問題なく両方とも同時に動いてますね。すごいです。さらにね、まだ容量があるんで、ちょっとテレビをつけてみます。はい、ということでね、ちょっと一遍電子レンジ止まったんで、追加で回しました。で、この状態でね、テレビをつけてみるんですけども、これ今ね、Fire Stick で、YouTube が映ってます。はい、ということでね、ピッとすると、はい、テレビもね、同時に動かすことができてますね。はい、ですね、今エアコンが動いてて、電子レンジが回ってて、テレビがこの線でね、つながってるんですけども、きちんと動いてて、今 1950W ぐらいですけども、問題なくね、動いてますね。ですんでね、ちょっとこの電源本当にすごい家の電源と置き換えれるような電源ではあるんですけども、さらにね、ちょっと面白い機能が、内蔵されていて、というのがね、UPS 機能って言って、バックアップ電源になる、モードがもともと入ってるんですよね。で、何かと言いましたら、この電源すごいのは、通常家のコンセントにつないで充電して置いておくんですけども、満タンになったら、この電源には充電されずに、AC コンセントにつないだ分を直にこっちを回してから、電子レンジやテレビやエアコンを動かすようになるんですよね。で、通常時はその AC コンセントでの使用が 1500W が上限
で、災害で雷だったりとか、何らかの原因で家に対してね、電気が来なくなった時に、もう 0.5 秒だったかな、0.1 秒だったかな。すいません、UPS モードのね、切り替え時間がちょっとすっかりね、忘れちゃったんで分からなくなったんですけども、確か100ミリ秒でから 0.1 秒で切り替わるはずです。ですんで、パソコンとかデータが消えちゃいけないような機械をつなげてても、もう停電してももう何十時間も使えるっていうような格好になるようで、ちょっとね、いっぺん言ってみても始まらないんで試してみようと思うんですけども、はい。でね、今この状態で、こちらからテレビがつながって、壁のコンセントからこれをそうですね、電源取ってる状態で、それでね、電子レンジ回してみると、1140ワットぐらいでね、動いているんですけれども、この状態で、どうやらね、この AC を引っこ抜いたら、UPS モードでね、こっちの電源からの出力に切り替えるらしいんで、ちょっとやってみようと思うんですけども、切れるかな。テレビは切れましたね。電子レンジはね、問題なく今動いてるんですけども、テレビは一瞬切れました。あ、切れましたけども戻りましたね。ちょっと切り替えの速度が遅いのかな、これは。今、これ日本に1台だけの今、試作品みたいな格好になってるんで、ちょっとここの切り替えがね、うまくいってなかったんではないかと思います。でも一応ね、戻りました。よかったです。なんで切れたんだろう。はい。ちなみにこの UPS モードはね、多分製品版ではもっときっちりした状態になっていると思います。はい。ということでね、UPS モードでの、接続はあんな感じで、ちょっとうまく切り替わりませんでしたけども、多分製品版の時にはちゃんとうまく起動するようになっていると思うんですけれども、この電源ね、家庭用のバックアップ用蓄電池として発売を考えられているようなんですけども、僕個人的な使い方はちょっとそれではなくって、もっとちょっと違う用途があるなと思ってるんで、ちょっとそれを紹介させてもらおうと思うんですけれども、こちらはね、プレハブの建物なんですけども、こちらは中には電気引かれてないんですよね。なんですけども、こんな感じで SP500 を置けば、中でね、バリバリ電気を使うことが可能で、向こう側がちょっと太陽の方向なんですけども、あちら側にソーラーパネルを置いとけば、発電した電気を貯めることができるんで、電気代0円で小屋暮らしができるようになるんですよね。で、ちなみにここにはね、エアコンもついてるんで、こんな感じで接続すれば、エアコンをね、動かすことも可能で、電気なんかも引いてるんで、ちょっと電気つけてみるんですけども、よいしょ。こんな感じでね、電気もつきました。ですんで、室内の照明もバッチリですね。この状況でね、PC 作業したり、コーヒー飲むこともできます。はい、冷たい空気出てきました。で、室内の照明もついてるんですけども、この状況で消費電力420ワットぐらいですかね。ですんで、めちゃくちゃ省電力です。なので、この電源が1つあったら、12時間連続でエアコンを動かしながら電気を使うことができるっていう格好になりますね。で、あとね、こちらは電動オフロードバイクのサーロンなんですけれども、これも電動バイクなんで、充電が可能で、よいしょ。充電器を挿せばね、充電できるんですけども、よいしょ。はい。こうですね。で、この状態で836ワットなんで、全然問題なくね、充電できてますね。ですんでね、1日最大3つ合計で830ワットぐらいの電力を1時間に消費してしまうことになるんですけども、これソーラーパネルでの充電が1200ワットとかがいける電源ではあるんで、例えばですけども、外にね、1500ワット分ぐらいのソーラーパネルを設置しておけば、1時間に1200ワット近く発電できるんで、それだけ置いとけばね、もう小屋の方にね、電気を引かずに、ずーっと0円で電気が使えるっていう格好になるんですよね。ですんで、家のバックアップ電源であったり、災害の備えとか、災害時に緊急避難所の方で使う電源としても OK なんですけども、個人的にはね、電気が引けないような場所で生活をするのに、すごく最適なね、電源じゃないかなと思います。だってこれがあればね、バイクでその辺走り回れるんで、ガソリンがないような僻地に暮らすとしても、もう全然生活できるような電源ではないかと思います。はい。ということでね、今回はブルーティーさんの最新ポータブル電源 EP500 の実機レビュー動画だったんですけども、いかがだったでしょうか。この電源はね、本当にメーカーさんが推奨するように、災害時の備えとしては本当に優秀で、僕が提案するような小屋暮らしなんかにもね、ソーラーパネルだけバッチリしとけば、電気代無料で本当にもう電気使い放題の状態になるんで、すごくいい電源で、さらにね、そのメーカーさんはね、この電源を家のバックアップ用電源みたいな感じで使いたいなと思ってるようなんですけども、これ、物が大きいんで置き場所が限られてしまうんで、モニターの確認とかちょっと難しくなるんですよね。なんですけどもね、メーカーさんちょっとそちらの方もちゃんと配慮されてて、専用のアプリケーションを開発中で、アプリをね、
Wi-Fi か Bluetooth で接続すれば、中の情報がこっちにリアルタイムに出るようになるんですよね。ですんでね、こういうとちょっと古めのタブレットなんかにアプリを入れて、電源だけさせて置いとけば、ずーっとその内部の情報がモニターで見ることができるんで、今発電何ワットとか、何ワット電力消費してるとか、残量何パーセントっていうのが全部分かったりするんで、すごくね、本当に使いやすい電源ではないかなと思いました。なんですけども、この EP500、ちょっと一つ残念な点があって、というのが、例えば家のバックアップ電源として使うんであれば、電池が減ったらね、家から充電するようにはなってるんですけども、その充電時間を夜間のみに限るみたいな機能はね、ついていないんですよね。っていうのもね、日本で夜間電力って結構安くって、その夜間電力が使用できる時間って23時からだいたい7時ぐらいまでの間は、電気代がすごく安くなるんですよね。なのでね、その使いすぎた電気を夜間に充電するような機能があったら、もっとエコになるんですけども、ちょっと現在はね、まだそういった機能がついてないと思うし、多分つかないとは思うんですけども、そういった機能がついたらね、さらに電気代も安くなるんで、ちょっとね、この点がね、少し残念かなと僕は思いました。あとね、これ本当にすごく性能がいいんですけども、重量が76キロもあって、こんな大きさがあるんで、車に積んで持っていったらすごく電力的には助かるんですけども、車載には向かないんで、車中泊目的でね、これを使用しようかなと思われる方は、もうそれはやめた方がいいっていうふうに僕は提案させていただきます。ですけども、家での使用や災害時の備えや小屋等での使用にはね、めちゃくちゃいい電源で、もうソーラーパネルとこの分本体があったら、6000回充電可能なんで、15年間はね、本当にその電気代がタダになるような電源ではありますんで、ちょっとね、使用目的は限られますけども、すごくいい電源ではありますんで、皆様よかったらね、現在、キャンプファイヤーの方でクラウドファンディング中で、容量の割にはすごく安い電源になってますんで、皆様よろしかったらぜひね、購入の方検討されてみてください。はい、こんな感じですかね。とりあえずね、これはメーカーさんからお借りしたものなんで、またちょっとね、めちゃくちゃ重いですけども、これを箱に戻してからメーカーさんに送り返したいと思います。はい、こんな感じですかね。ということで今回この辺でご視聴ありがとうございました。